これから行く大森貝塚は縄文時代の遺跡で東京都大田区にある大森駅に位置していますが、課外授業のスタート地点はここ神奈川県の横浜駅です。エドワード・モース博士は横浜駅から新橋に向かう汽車の中でたくさんの貝が埋まっている崖を見つけたのがきっかけで貝塚を発見しました。モース博士が貝塚を発見するまでの道のりを疑似体験してみようと思い横浜駅に来てみました。ということで早速横浜駅を出発していきます。残念ながら明治時代当時の汽車は今はもうありませんので、横浜駅から大森駅まで乗り換えなしで行ける京浜東北線に乗ることにしました。横浜駅を出発すると同時に映像を撮りたかったのですが、周りの方のご迷惑にならない場所を撮るのに手間取ってしまい、ちょうど東神奈川を出発する時からの映像になっています。大森貝塚は明治10年に発見されていますので、当時の車窓から見える景色と今の車窓から見える景色はだいぶ違うものでしょう。今回の撮影を通して久しぶりに電車から外の景色を見たことに気がつきました。こうして外の景色を眺めるだけでもいろいろな発見があり面白かったです。たまにはスマホ画面だけではなく外の景色を見てみようと思いました。さて、せっかく横浜駅から電車で大森貝塚まで行くので、ここでエドワード・モース博士がどのような思いで汽車に乗り外の風景を眺めていたのか、思いを巡らせてみたいと思います。そのためにはエドワード・モース博士について知る必要があります。エドワード・モース博士はエドワード・シルベスター・モースというのが正式名です。アメリカの動物博士で進化論の過程から腕足動物を研究していました。腕足動物というのは低生無脊椎動物のことです。エドワード・モース博士が日本に来た理由は、日本にはさまざまな種類の腕足動物が生息しているため、研究にはもってこいの場所だったからです。大森貝塚を発見したのは横浜駅から新橋へ向かう汽車に乗っている時と先ほどお伝えしましたが、実はまさにこの時文部省に腕足動物の採集の了解を得るために汽車に乗っていました。つまり来日の目的を達成するために何が何でも文部省に許可をもらう必要があったわけです。結構必死だったのではないでしょうか。きっとモース博士は新橋に向かう汽車の中でどのように交渉すればいいか、相手を説得すればいいかといった考えを巡らせていたのではないでしょうか。ただこれは私の勝手な想像なので実際には本人にしか分かりませんが、こうして当時の人がどのような思いでどのような景色を見ていたのかと考えることは、歴史を身近に感じ、歴史の勉強を純粋に楽しむことができます。今はどの辺りだろうとスマホを見たら新子安まで来ていました。そして気づいたのですが、生麦という駅を見つけました。皆さんもスマホ画面の生麦駅について注目してみてください。もしやここが生麦事件の発生した地なのかなと思って調べたら、まさにそうでした。生麦事件は1862年9月14日に発生した薩摩藩によるイギリス人殺傷事件です。薩摩藩の大名行列に遭遇したイギリス人たちがその行列を割くように通り過ぎたことに対して薩摩藩士たちは怒り、こうした事件が起きてしまったわけです。しかもこの事件はものすごく怒ったイギリスと尊王攘夷の強かった薩摩藩は、その翌年の1973年の7月に薩摩藩とイギリスとの間で薩英戦争へとつながってしまい、かなり大ごとになってしまいました。大名行列には抵当して通り過ぎるのを待つという当時の日本人にとっての常識を知らなかったとはいえ、突然切りつけられたイギリス人たちは
たまったものではないですよね。しかもイギリス人たちは横浜から観光のためにこの村に立ち寄ったそうです。今の時代に置き換えて考えてみると恐ろしいですよね。海外旅行中に知らずに無作法なことをしてしまったからといって切りつけられるなんて、私ならたまらなく嫌です。郷に行けば郷に従えという言葉もありますが、これは度が過ぎているように思います。とはいえ、尊王攘夷を掲げていた薩摩藩にとって政治的な意味合いを持たせたかったのかもしれませんよね。いつか生麦事件について深掘りしてみたいと思います。ここで大森駅近くまで映像を飛ばしていきます。川を通り過ぎると東京都大田区に入りました。大森駅に到着しましたが、一旦通り過ぎます。というのも、大森貝塚はこの大森駅と一つ先の大井町との間にあるからです。エドワード・モンス博士は車窓から大森貝塚を発見しているので、私も車窓から大森貝塚を見たいと思い、一つ先の大井町に行くことにしました。ただ、明治時代とは大きく風景が異なっているはずなので、本当に見れるかなという不安がありました。でもせっかくなので見てみたいと思います。乗客が乗り込み出発します。この時は大森駅が過ぎていくと思いながら窓の外を見ていました。大森駅を通り過ぎるとすぐに大森海峡と書かれた碑を見つけました。皆さんも画面に注目してみてください。今見えました？もう一度リプレイでご覧ください。ここです。見えましたでしょうか？今のが大森海峡です。詳しくは後ほどご説明します。そしてそろそろ大森貝塚に到着します。今通過しています。皆さん見えますか？これ大森貝塚です。正直高台でよく分かりませんでした。でも行くのが楽しみになりました。ちょっと想像と違いましたが、こういうのもいいですよね。大森駅のホームに降り立つと縄文土器のモニュメントを見つけました。この土器のモニュメントは大森貝塚で出土した土器を2倍の大きさにしたものだそうです。この土器は深鉢型土器で少しデザインも見られるので、縄文後期から晩期の土器でしょうか。縄文時代は草創期、早期、前期、中期、後期、晩期と分けることができますが、土器の特徴を見るとどの時期にあたるものか分かるものもありますよね。そして日本考古学発祥の地と書いてあることにも注目してみてください。後ほどご説明します。大森駅の外に出ると分かりやすい看板と地図がありました。大変ありがたいです。どうやらこの道をまっすぐ行けば大森貝塚に着くみたいです。それでは行ってみます。歩いてすぐのところに大森海峡碑のレプリカと大森貝塚という看板がありました。これは先ほど電車の中から見た大森海峡碑のことですね。先ほどの地図を見る限り大森貝塚はまっすぐのはずですが、ここで少し寄り道をしてみます。縄文土器の絵が描かれたかわいいタイルが道案内をしてくれているみたいです。ここには大森貝塚はありませんので、なぜこんな碑が建っているのかなと調べたところ、面白い背景がありました。明治10年にエドワード・モンス博士が大森貝塚を発見し、発掘作業が行われましたが、現在では当たり前のどの場所にどれくらいの地層で見つかったのかという記録がなく、昭和になるとどこに大森貝塚があったのかわからなくなってしまったようです。
そこで大森貝塚は大田区にあるのではないか、いやいや品川区ではという論争が起こり、品川区は大森貝塚の碑を建てたところ、大田区もこの大森海峡という碑を建てたわけです。その後、大森貝塚は品川区にあったことが判明しました。確かに歴史的な価値ある遺跡があるというのは、区として自慢できるものが増えるわけですから、いいことのように思えます。それでは先ほどの道に戻り、大森貝塚を目指します。歩いて10分もしないうちに公園に到着しました。ここは現在は公園として整備されているようです。実際、区が委託したと思われる清掃会社の車があり、数人で掃除をされている様子も見られました。こうしてきちんと整備している公園はとても気持ちよく過ごせるので、大変ありがたいといつも思っています。まずは入り口からまっすぐ進んだところにある縄文広場へ向かいました。ミストのような噴水が出ています。夏場はとても涼しそうで気持ちよさそうですね。子供たちがミストの上を駆け回って遊ぶ様子も見られました。壁には貝殻が埋め込まれたデザインになっています。これはおそらく本物の海藻ではないと思われますが、貝塚の雰囲気を味わうことができます。まるで貝のトンネルを歩いている気分になりました。また、貝塚からはこれ以上の貝が発見されたはずです。そう思うと、数千年前の祖先たちが生きていた証を実感することができたように思いました。さらに進むと、エドワード・モース博士の像がありました。先ほど、モース博士についてお話ししましたが、ここでもう少しお話ししたいと思います。モース博士は日本で初めてこの場所で学術的な遺跡の発掘調査を行い、日本に縄文時代があることを発見しました。縄文土器と名付けたことから縄文時代と言われるようになりました。日本の人類学、考古学の基礎を作った人物と言えます。大森駅の土器のモニュメントの下に、考古学発祥の地と刻まれていたのは、こうした理由からなんですね。また、エドワード・モース博士は、文部省から東京大学の教授を依頼され、2年間教えたそうです。あまり知られていませんが、当時の日本では外国人教授は宣教師ばかりで、専門の学問知識を持つ教授が少なかったことを知り、外国人教授を東京大学に呼ぶことにも尽力しました。近代史で習う日本画の復興に努めた人物として、岡倉天心とフェノロサが有名ですが、このアーネスト・フェノロサもエドワード・モース博士の尽力によって来日されたそうです。エドワード・モース博士が日本に与えた影響はとても大きなものだったと言えます。公園の中にはいくつか貝塚跡があります。ここでは貝殻の他に様々なものが見つかりました。動物の骨ではニホンジカ、アナグマ、イノシシ、ニホンザルなどの骨が見つかり、また埋葬されたと考えられる犬の骨も見つかったようです。ちなみに人骨も見つかりました。このことからエドワード・モース博士は面白い推論を示しています。それは発見された人骨には傷があるため、食人風習があったのではないかという説です。食人風習というのはカニバリズムのことで、人が人を食べていたと主張していたんですね。ただ、この説は今では聞かないですよね。研究が進み、縄文時代の人々は狩猟、採集、漁業をして生活していたとされているからです。先ほどの入り口に飾られていた土器のモニュメントは釣り手川土器と言います。こうした貝塚から出土したのかもしれません。この土器は
釣り手に紐を通し、吊り下げて使用していたのではないかと言われているそうです。用途は灯火具または香炉具として用いられたと考えられています。もし灯火具だとしたら、現代では夜になっても都心部は明るく真っ暗になるということはありませんが、縄文時代はそれこそ星と月、焚き火くらいしか明かりがなかったと思うので、ランプがあるだけでかなり明るく感じたかもしれません。このランプを吊るしておけば、夜家の中でも家族団らんの時間がより豊かになったのかもしれませんね。このオブジェは当時ここから先は海だったことを表している波のオブジェです。なぜ東京都大森で貝塚が見つかったんだろうと思っていましたが、縄文時代のこの場所は海の近くに位置していたからなんですね。日本地理院の地図で縄文時代の海岸線がどうなっていたのかを頑張って再現してみました。学術的に正しいものではありませんが、あくまでも参考程度にご覧ください。こうしてみると、この場所は海に面していたことがよくわかります。今よりも海面が高かったからなんですね。こうした海面上昇を縄文海進と言います。なぜ海面が上昇したかというと、地球全体の温度が上がったからなんです。縄文時代は地質年代でいうと寒新世です。寒新世は氷河時代とも言われた高新世が終わって訪れた温暖な時代です。地球は温暖な時代と寒い時代を繰り返していますが、縄文時代は気温が2度上がり、海面も上がりました。この動画をご覧になっている方の中で、受験生や学生さんがいれば、大学入試や定期テストなどで、高新世と寒新世についての問いは品質しますので、ぜひ覚えておくといいですよ。正誤問題で高新世と寒新世の内容が反対になっているという問題をいくつも見たことがあります。数千年前の縄文人が海を眺めていたはずのこの同じ場所から見える現代の景色は、家が建ち、電車が走る風景です。もし彼らがタイムスリップしたら、全く違う景色が広がっているこの未来に驚くはずです。それに今から数千年後は全く違った風景になっているとも考えられるので、歴史は続いていくのだとロマンを感じました。また、この大森貝塚は縄文時代後期から晩期の遺跡です。後期になると暖かかった気温が少しずつ下がり、自然環境の変化に伴い獲物が取れなくなっていったと言われています。食料獲得が難しくなっていくと、東日本から西日本へ移り住む縄文人も多かったようです。もしかしたらここに住んでいた縄文人もこの海から丸木舟に乗って西に向かい移動したかもしれません。この貝塚からは弥生時代、奈良時代の出土品も見つかっているそうなので、ここに住み続けた縄文人の子孫たちは弥生時代、奈良時代という新しい時代を迎えたのかもしれません。この風景を見ながら壮大な人の営みを感じました。この場所は風がとても気持ちよく、ちょうど木陰にベンチがあったので少し休憩をしました。実は大森駅を出て貝塚に行く前に、大森貝塚とは反対方向に行き、金貝堂というお菓子屋さんに寄り道をしていたのです。ドキドキという縄文土器にかけたチョコレートケーキと、貝塚の貝にかけたと思える貝殻の形をしたバナナケーキを買いました。また、縄文時代とは関係ありませんが、お店のおすすめ商品だという大福も買ってしまいました。こういう楽しみもいいですよね。美味しくいただきました。ちょっとした休憩をしたところで、また公園の散策を再開します。この貝の形をした場所は貝塚展示ブースになっています。実物の海藻を利用し、貝塚を復元しています。見てみると、
意外と貝が大きかったです。縄文時代はある程度成長して大きくなった貝だけを選んで食べ、まだ小さい貝は食べないという計画的な食料獲得が行われていました。しかし、縄文後期は気温低下に伴い計画的な食料獲得が難しくなり、晩期の貝塚で発見される貝は小さいものが多くなったと学校で聞いたことがあります。私は歴史の専門家ではなく、ただの歴史好きなので正確かどうかわかりませんが、これらは縄文後期の初めくらい、まだ比較的計画的に食料獲得ができていた時期の海藻なのかもしれません。さらに進むと、大森貝塚碑がありました。これが先ほど言っていた品川区が建てた大森貝塚碑です。大田区は品川区がこの碑を建てた1年後に大森海峡碑を建てたんですね。当時の人はまさか大田区と議論が巻き起こると思っていたのでしょうか。この公園の中には縄文時代について学べるスペースがあります。縄文土器の進化の過程がわかる説明もあります。とてもわかりやすかったです。縄文時代は草創期、早期、前期、中期、後期、晩期に分けることができますが、それぞれの時期には特徴があります。例えば、草創期は剪定土器といい、底が尖っているという特徴があります。まだ縄の模様がありませんでした。早期は丸底土器といい、底が丸底です。縄の模様がつき始めます。剪定土器と丸底土器は置くと倒れてしまうので、そこを土に埋めて使っていました。前期になると、底が平底の土器が見られるようになります。中期になると火炎型土器に代表されるように、複雑なデザインも見られるようになりました。後期になると中高土器に代表されるように、実用的なデザインの土器が見られ始めます。晩期は亀ヶ丘式土器に代表される複雑な文様が描かれるようになりました。もちろん実際は形だけから時期を特定しているのではなく、放射線炭素 14C 測定法という方法で科学的に測定しています。火炎型土器が見られる中期になって、シンプルなデザインが好みの縄文人はいたはずですからね。ちなみにテストでも土器の特徴からどの時期に当たるのかについての問題を何度か見たことがあるので、時期ごとの土器の特徴を覚えておくといいですよ。ここには縄文時代の人々の生活を想像して描かれた絵もあります。縄文時代の食料獲得方法は狩猟、採集、漁労の3つでしたが、その様子も描かれています。狩猟は石斧を持って獲物を追いかけるイメージがあるかもしれませんが、旧石器時代が主だったそうです。縄文時代になると狩猟の方法も効率化し、弓矢や落とし穴が使われていたと考えられています。漁労では積水という重りを網につけて魚を取ったり、骨で作られた針で魚を釣っていました。また、森で魚をついている様子も描かれています。採集では栗などの木の実を取り、土器に入れて保管したり、調理をしたりしていました。また、ここには干物を作っていると思われる様子や、土器で煮立ちをしている様子、かごを作っている様子、土器を作っている様子、また川のなめしをしている様子など、この場所で生きていた縄文人たちの営みが描かれています。こうして見ると不思議と身近に感じることができた気がしました。縄文海進の様子やモース博士について、また当時の発掘の様子などの説明書きもありました。
こうした展示は他にもあり、縄文時代の植物と食事について書かれたものや、縄文土器の作り方、また交易についても説明書きがありました。ご興味がある方は実際に大森貝塚に来てご覧になってみてください。また、大森貝塚から徒歩5分ほどのところに品川歴史館があります。ここには遺跡で発掘されたものの一部が展示されているそうです。ただ現在は来年の春まで改修工事で休館しています。今すぐ見に行けないのが非常に残念でした。ただ実際の展示物を見ることはできませんが、品川歴史館のサイトに出土品を掲載してくれているので、どのようなものが発掘されたのか見ることができます。概要欄にリンクを貼り付けておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。今回、このような課外授業動画を作成した理由は、実際に肌で歴史を捉える楽しさを感じてほしいと思ったからです。もちろん、歴史を教科書で読み物として捉えるのも十分面白いですが、こうして実際にその場を訪れるだけで、かなりリアリティを持って歴史を捉えることができます。それはきっと記憶の定着という観点からもプラスに働くのではないでしょうか。今この動画をご覧になっている皆さんに、テレビやスマホ、PC 画面などを通してそうした体験を疑似的にでも体験していただけたらとても嬉しいです。歴史の面白さを少しでも感じてもらえるよう、これからも動画を作っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。